皆さんこんにちは、あまねりかです。今日はですね、沖縄はめっちゃいい天気です。なのでうちの外の風景を映しながら撮ろうかと思ったんですが、逆光になってしまってですね、全然綺麗に撮れないので、私が光を当たる側で、撮っていきたいなというふうに思います。このチャンネル見てくださってる方は私が何者なのか知ってると思いますけれども、初めての方もいらっしゃると思うので、私はですね、ライトランゲージというもの、宇宙語とも言われてますけれども、それを話してさらにそれを翻訳して、日本語のメッセージとして伝えていくっていうことを仕事にしています。それだけじゃなくて、2022年にはライトランゲージカードというですね、オリジナルのカード78枚ありますけれども、今からお見せしますけれども、それを作ってですね、その使い方と教えています。だからちょっとね、先生みたいなこととセッションをやったりとか、光のワークをやったりとか、そういったことをしています。で、このですねカードのね講座っていうのを今ちょっと終わったところです。毎週日曜日に、10時から、2時半ぐらいまでですね、3回に分けてこの78枚もあるんですけど、このライトランゲージカードです。ちょっと光にキラキラすると、ここのところフラワーオブライフの箱押しをしているのですごい高級感のあるカードになってるんですけれども、顔にピントがくんだなこれね。そう、そして絵が描かれてるんですけれども、こんな感じのですねカードを使い方を教えてます。でカードって何なんだろうっていうところなんだけれども、The Battlefront på Korsbäckadet en del heter Vishfrut Makarante Vishvakor Makota Vishkanavandepeke。人間っていうのは、意識の階層として、それこそ顕在意識って言って、想定できる、自分で理解できる、意識できる範囲の意識と、それよりももっと深いところに潜在意識みたいなものがあって、そこにですね、集合意識もしくは、集合的無意識もしくは超意識みたいな全体がですね共有している意識っていうのがあるわけです。でよくね手に例えて言うんだけれども、結局あなたはここ、私はここみたいな形で、入力機関として一番個人的にある部分と、そこからもっと深く自分を知っていくっていうことをすると、自分自身の潜在意識の部分とか、自分で気づかない部分とか、さらには過去性の部分とか、そういうものがいろいろとたくさんそれぞれ入っていて、それがもう全体として共通しているところがありますよということです。でここがすごい浅い部分での、例えばね家族というものの意識だったら、さらに日本人っていうのがあったり、地球人っていうのがあったり、そうやってどんどん源に近づいていってワンネスっていうものがあるわけです。で今ねこういう手というもので説明するとそういう感じ、ワンネスっていうのは形がないので全てのことを言っていますけれども、その中にあなた私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 みたいな形で無数にですね、相反するエネルギーが存在していて、その全てが含まれているのが宇宙っていうことで、私たちは宇宙であり神でありみたいなことを言い方をする理由としては、その全体の中の一つの光という感じですね。でその光の色っていうものもプリズムを使ってみると分光していくようにいろいろな性質を持ってるわけですよ。なので、私自身あなた自身の、キャラクターとか、魂の色みたいなものがそもそも存在していて、これから水亀座の時代っていうのはその自分の持っている光を最大限に発揮していこうっていうのがこれからの世界の流れということになっています。だから今までだったら誰かの真似をしてとかね、正しさみたいな一つの基準があってみんなでそこに寄せていくみたいな形で動いていたんだけれども、その時代はもう終了して、それぞれが自分らしく生きることによってこの全体というののカラーをですね、だからそれぞれがピカ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 していれば全体が輝くっていうことになりますので、その辺のところをねやっていきましょうっていうのがこれからの時代です。そしてそれに伴って意識の変容っていうのが起こっているので、現在のレベルで現在自分自身で理解できるレベルで、物事を考えていくとずれていきます。常に進化進歩していく中で私たちがその時には分からなかったことがどんどん分かってくるし、この
今という認識の中で理解しようとしても実はできないことっていうのはすごくたくさんあるっていうことですね。なのであまりにも当てはめすぎるっていうことは逆に、この時代には不都合を起こす場合が多いよっていうことになっていきます。ではどうしたらいいのかということですけれども、それぞれがこういう入力機関としてそれぞれのカラーを通して自分はどう思う、私はこれが好き、これを信じるみたいな形でそれぞれが自分自身の思いにしっかりと着目していくことができること、これが第一段階ですよっていうふうに言っています。そしてそこから自分っていう存在を通して世界を見るいろいろな森羅万象も出来事もそうだし、世界を見たり私たちとつながったり、要するに工事の存在とダイレクトにそれぞれがつながるっていうことをした時にもちろん自分自身のフィルターとか考え方とかね、そういったものが入りますので、誰一人として同じ情報を受け取ることはできないと、それぞれがそれぞれでいいんだっていうことをお互いに理解し認め合うようなことができる世界、公式でこれが大きな意味での、調和の世界でありレムリア的な、物事の捉え方であり5次元の意識状態っていうふうに言ってもいいかもしれませんねっていうふうに言っています。そのためのね、練習をどんどんしていきましょうっていうことです。私も最初からチャネリングできたわけでもないし、ライトランゲージを喋れたわけでもありません。いろいろななんていうのかな仕込みを私の魂自身がしてきているので、その都度その都度いろいろな出来事によって一つ一つ謎が解き明かされていったり、自分自身が変わっていくことができたり、それとともに能力と言われるようなものが身についてきたりとかね、そういったことが折り重なっていって現在の私っていうのが存在しているんですけれども、なんだかんだ言ってこの仕事を始めてからもうすでにね13年目になります。早いな、ですね。その中にはもう本当に今ねこういった仕事を目指している人たちが抱えているような悩みや苦難みたいなものももちろん存在していたんですが、それをね一つ一つ解き明かし自分自身のエネルギーを変えていくことによって現在においてはこういうねカードをこれ第3冊になるんですけれども、だからもう結構な数売れてますけれども、そういったことができるようになったり、このカードを通して皆さんが集ってくれたり、もしくはこうやって、YouTube を見てくださったりセッションを受けたいと言ってくださったりね、それよりも何よりも一番大きいのが私と共に過ごしたいというか、友達になってくれたり仲間になってくれたりねする人たちっていうのがすごく増えてきてくれているっていうことが私の人生にとってものすごい大きな彩りとなっています。なのでこの YouTube を見てくださってる皆さんもいつもありがとうございます。で見つけてくれた時にねすごい笑顔をいただいて、優しい言葉いただいて、なんかすごいもうね泣き出す人とかもいて、それがねすごい私にとって私の人生にとってすごいギフトになっています。ということでですね、今日は何をしようかというとですね、せっかくこのカードを、ちょっと久しぶりにYouTube で使いたいと思いますので、ちょっとね何か聞いていこうかなというふうに思います。何が聞きたいですか？今ですね、ちょうど講座終わったところなんですけれども、とにかくね面白いです。要するに78枚もあるカードですけれども、アルカナという部分には宇宙の、どういうふうに進化し、どういうふうに宇宙に帰還していくのかっていうルートがね、もう古代の先人たちの知恵という形で入っているし、四大元素のカードの中には私たちが日々経験するいろいろな出来事が込められているし、で今日はね最終回だったので宇宙系のカードね、宇宙種族のカードがあるんですよ。プレアデス・シリウスとかね、アルクトゥールスとか、エササニとか、その存在のカードを一体どうやって説明するんだろうっていうところをやっていたら、それぞれの存在が降りてきて、自分の文明に対してね話をしてくださいました。というような形でこのカードを使っていくことによってね、そういった存在から直接ダイレクトに教わるっていうこともできるようになってくると思うので、今日はね意味を説明する講座っていう感じだったけど、この後やっていくのはチャネリング講座っていうのを予定してます。なのでここの
このカードを通してねいろいろな宇宙種族につながる経験っていうのをしていただけるようなものも考えているので、よかったら参加してみてください。そしてねちょっと伝えておきたいんですが、8月8日にちょっとイベントやるので、よかったら概要欄からチェックしてみてください。はい、では「The Band Branch Macaw の中で、あなたの進化を助けるカードは何でしょうか?」っていうことで、あなたの進化を助ける3択っていうのをじゃあこれからやってみたいというふうに思います。では目を閉じてください。目を閉じてください皆さん。そしてグラウンディングをしましょう。あなたは宇宙人であるかもしれませんし ET の魂を持っているかもしれませんが、今現在においては地球人です。目を閉じてしっかりとグラウンディングをしていきます。普通の言葉使えば地に足をつけましょうということですね。呼吸を使います。大きく息を吸って、そしてふーっと吐き出しながら地球とつながりましょう。本当ね、ここにねこの時代に一緒に生きていること自体が奇跡なので、その命をね、持っている自分に対して優しくしてあげてください。この優しくするっていうことも私もあんまり得意じゃなかったんですけれども、やってあげ始めると人生のクオリティがめちゃめちゃ上がってきますので、ぜひ試してくださいね。はい、そしたら自分の中心とつながります。ハートでいいです。ハートを意識して肉体があることを感じて、地球を感じて、自分を感じて、そしたら宇宙を感じてください。大宇宙とのつながり、光がバー。はい、その状態の中で A、B、C を選んでみてください。はい、もう直感で言ってくださいね。はい、では A のあなたに対して A のメッセージをお伝えしていきたいというふうに思います。カードね、切りづらいので私は横向きで切ったりします。量が多いのと、あと大きいんだよね。でもそれはですね、絵をしっかりと見てほしいという意図です。はい、では A の方に対してカードを引いていきましょう。せーの、じゃーん、パッと。はい、キュリオシティ、好奇心というカードになります。はい、A の方へのメッセージです。なんかね、ほら生きてるうちにいいとか悪いとか成功するとかしないとかお金が入るとか入らないとかね、そういったことを基準に物事を捉えるようになっていませんかという問いかけです。まずそして A の方たちは自分自身の好奇心に基づいて生きてみるっていうことをしてみましょうというふうに言っています。好奇心に基づいて生きるっていうことは結果に執着しないということですよって、そこで何が起こるかとかそこからどうなるのかっていうことじゃなくって、なんかワクワクするとかこれやってみたいとかね、そういった動力に従って動いていく。そしてその経験をその場その場でするだけでメイクオシペケで、それによって何を得たのかっていうことに対して意味はないので、人生をそんな風に生きてみるっていう経験をしてくださいというふうに言っています。人生っていうものは不思議なもので、ある意味自分自身の決めてきたその道筋とかルートみたいなものをハイヤーセルフレベルで持っていて、それがだからつながってるんだよね。目的がもうすでにつながってる状態で、それをほっといてもたどり着けるというか、そういったシステムになっていますので、そのワクワクとか好奇心っていうものがまるであれですよ、あれ、天空の城ラピュタに出てくる飛行石ありますよね。あれが行くべき方向、ラピュタの方向ですけど、を示してくれる指針のようなもので、あなたのこの内側にあるワクワク感っていうのがその天空式みたいな天空石いや、その、ワクワク感っていうものが、あなたの
コンパスみたいな形ですよっていうふうに言っています。どっちに行ったらいいのかなっていうことは頭で考えるのではなくって、あなたの好奇心が教えてくれますって言ってます。そういった生き方をしていくことによって、あなたはもっともっと高次元の世界とつながり、自由になっていくでしょうというのがこの A の方へのメッセージです。受け取ってください。はい、では B の方へのメッセージです。 B の方はどのカードにしましょうかね。 B の方はこちらでいきます。せーの、じゃーん。おー、出たね。はい、根源のカードです。ソース0番ですよ。0番。0っていうのは数字の中でも、とても特別な数字ですよね。プラスとマイナスの間、あるとないの間なんだけれども、あるでもないでもなく全てというものがこの瞬間に詰まっている場所、これが0ポイントです。それを表しているカードです。0ソースのカードを引いた方はちょっと待って、失礼しました。アマゾンから配達が来ました。沖縄はですね、アマゾンの配達がとっても遅いので、それは悲しいです。本とかすぐ届くんだけどね、東京みたいに翌日配送とかないですからね。はい、それは置いておいて、ソースに戻ります。هذا ما تشمي تشمو قرمتاتي موثباتاتي بتشمو すごい簡単なんだけど難しいことかもしれませんねっていうふうに言っています。あなたは根源そのもの、さっき言ったように全てがあるけれどもまだそれを、探求している途中みたいなそういった存在ですよっていうことを言っています。ソースっていうのは、あなた自身の、心の源みたいな感じで、どこにも逃げないし、なくなることもない。ただそこに存在している、愛の空間みたいな感じです。そのエネルギーの中にどっぷりと浸ってくださいって。そうそう今日ね講座でいろんな話をしていても思ったんですけれども、要するに私たちは頭で何かを理解しようとするんだけれども例えばねこの根源って何だろうっていうところに、答えがないんですよね。頭で理解する範囲っていうのはやっぱり何て言うのかな頭で理解するとか言語化するこうやって喋る私が喋ってるのもそうなんだけれども喋れば喋るほどこう細かくなっていって限定されてしまうっていう性質があって、でも、この大宇宙っていうのは実は限定されるものではなくてそのエネルギーっていうものも限定されるものではなくて、あるんですよ。なので、このサイキックな能力とかスピリチュアリズムとか、この世界の全てをなんか体感してみたいというふうに思うのであれば、言語化をやめてみるっていうことも一つの方法です。ピーってなってますがちょっと呼び出しのやつを消すの忘れました。でだから何も分かんなくてもいいって2番の人は。1番の人は自分のワクワクする気持ちを感じてほしいんだけれども、B を引いた人はただただただそこにいるという経験であったりただただただ幸せであるなっていう経験であったりただただただ満たされてるなと感じるような場所に身を置いてみるっていうことをしてみましょうっていうふうに言っています。で考えうることとしては瞑想するとかそういうこともありますけれども今私がこうやって喋ってる時に出てきた映像がですね実はね温泉でした。何にも考えないで体を休めてただぼーっと温泉に浸かっていると、その感覚がこの0番の感覚ソースの感覚ですよっていうふうに言っています。なんだろうなあなた自身に、足りていないものは何もない。求めるものもない。批判するべきものもない。そのあなたが持っている悪い、性格や性癖さえもあなたがありてあるべきものというかそれを真なる意味で認めた時にゼロポイントフィールドに入りますって言ってます。だから要するに自分をこう変えて、一番
整えた部分だけを見るのではなく、その、いいところ、優しいところとか持っている部分も、悪いところとか汚いところというふうに持っている部分も今のあなたとしては 100% 完璧なんですよっていうところに、一回ねそれを受け入れるっていうことをした時に0ポイントに入るよっていうふうに言っています。そうよくねセッションとかねする時に皆さん言うんだけれども、本当の自分ってどういう人なんでしょうかっていう質問をね、皆さんもしたくなったりしませんか？で、実際のところ本当の自分っていうのはそれこそものすごい清らかで純粋で、ピュアなイノセンスなエネルギーを持っている存在だと思います。でそこを目指してそこを言ってるんだと思うんだけれども、でもそうであったとしてもね、現状においてはその、ずるい部分や汚い部分や至らない部分やなんか情けない部分や無価値な部分を持っているあなたという存在が今この時点においては自分自身の0ポイントになるわけですよ。要するにだからそれを自分というふうに捉えるっていうことをしていくことが必要だっていうことなんですよ。だからそこを避けて、違う自分を探しに行くと常に欠乏感っていうか、だって自分に足りない部分があるって言い続けてるんだもん。そこに対して埋めようとするようなのとか直そうとするようななんかこう力をガッとかけるようなものが起きた時に、それはニュートラルな状態で今という瞬間にいられなくなっちゃうんですよね。でその思いや、生き方自体が波動となって表に現れるので、どうしてもね波動域が悪いからそうそううまくいかない。なのでもうそういったものがあったとしても今の波動をこれで OKというふうに、変えたり、愛とか喜びのエネルギーに変えた時に初めて、ゼロポイントフィールドの力が発動するよっていうことなんです。なので、B を引いた人はまず、マウトパークを仕掛けて源とつながるということであり、自分自身が源ソースそのものなんだっていうことを理解していきましょうっていうのが、カードからのメッセージということになります。はい、では、C に行きたいというふうに思います。C、さあ C は何が出てくるでしょうか。はい、C の方へのプレゼントです。じゃん。アカシック。顔を寄せないと。はい、アカシックというカードが出ています。はい、このカードはですねとてもスピリチュアルなカードです。皆さんですねアカシックレコードというのを知っていますか？アカシックリーダーみたいな人にも会ったことがある人もいるかもしれませんので知ってる人もいると思いますけれども、このアカシックっていうのはでバウトランドボコをしばかでてみえてばこのまたてべひにめこしばからまたボコをしばかでいろんな地球の情報の図書館みたいな感じです。しかも時空間を超えてます。だから現在も過去も未来も全ての情報がここに込められているみたいな。だからこの辺にも図書館ありますけれども、図書館に行って調べ物をしようとしたりとか私の戸籍を見ようとしたりとかすることができますけれども、沖縄なので私はできないですけれども、それをするエネルギー上の図書館みたいなそういったイメージです。はい、なのでそこに入っていくといろんな情報があるわけですよ。現在過去未来にわたってね、私自身の情報もあるし、私がアカシックを取ろうとしたら取ってくださいって言ってる人の情報をそこから受け取って話すことができるっていうこと。だから過去あなたは王様でしたねみたいな話っていうのはアカシックから受け取ることもできるし、場合によってはアカシックを読んでいくと、物事の本質に迫るようなね情報っていうのを受け取ることもできます。例えばなぜ地球ができたんでしょうかみたいなところをアカシック的に読むとか、昨日もねそういえばねほら全世界でなんかパソコンっていうかネットが落ちましたよね。で飛行機が飛ばないみたいなことありましたけれども、こういう現象はアカシック的に解き明かすと、どういう意味があるんでしょうかみたいなことをアカシックレコードに問いかけることっていうのは可能なわけです。でそれはもちろんアカシックリーダーによって、読んでくる領域っていうのは変わりますので、情報としては真ん中辺に似てるけれども、いろんな角度から見たりするとちょっと情報変わったりもしますけれども、根本的には、核の部分では変わらないような情報っていうのがそこにあるわけですね。なので、事象も読めるし、戸籍謄本の取り寄せみたいなこともできるような場所こういう言い方していいのかしら。
まあいいだろうって言ってるのでいいことにします。っていうことができるようなことをですね、C の人はやってみてくださいっていうことです。あなたもアカシャとアカシック違うんですよ。アカシックにつながりましょうということをこのカードは伝えていますので、そういったですねサイキック能力があるなしにかかわらず C というC というカードを選んでしまったあなたはぜひ、今日から、そのアカシック瞑想みたいな形で、アカシックとつながるみたいなことをちょっとやってみてください。でこれ実はですね全ての人がある程度じゃないけど、直感的にね、こういった、世界につながってるわけですよ。こっちの世界もそうだしこっちの世界もそうだし、ただそれを、なんとなく自分で受け取っているみたいな形でその差別化みたいなことをわざわざしたりしないので、直感的に自分が思ったみたいな形で思ったりすることっていうのも多いんだけれども、結構ねその直感的に降ってくる、情報の中にですね自分の肉体意識を超えた情報っていうのは結構入ってます。だからそこに、気づけるようになってくると、自分で考えているのか、それとも、どっちでもいいんですけどね、実は全て自分だから情報としてパーンと降りてきているのかっていう差がねちょっと分かるようになってきたりします。はい、ということでですね、アカシック要するにこの世界にはいろいろな可能性というものが存在していて、例えば、地震が起きるみたいな可能性ももちろん存在しているし、起きないっていう可能性もあるし、今日あそこに行くっていう可能性もあれば行かないという可能性もあって、本当に無数の選択がたくさんあるんだけれども、あなたの波動を変えることによってそのパラレルワールドと言われるものは移行可能ですっていうふうに言っています。だからこの世界の真実を知るために必要なことっていうのはまず自分自身を理解すること、そしてその自分をどのようにコマとして進めていくのか。これが私だとしたら、私は私でここに同化して動いてるんじゃなくて、これを客観的にどこに向かって走らせていくのかみたいなことをやっていくことができるような能力っていうのを取り入れていきましょうというふうに言っています。これがね私たちから C を引いたあなたへの今日のメッセージです。はい、ということでこうやってですね弾丸のように喋ってる時は大体チャネリングしています。勝手にね情報が入ってきてボワーって言って言うんだけど、後からね「リカさんこういうふうに言っていて」とか言われると「そんなこと言ったっけ?」みたいな全然覚えてないっていうのもチャネリング情報の特徴です。特徴です。ということで、今日はですね、私が作りましたライトランゲージカード、情報はですねライトランゲージカードの公式サイトなどもありますし、ぜひですね動画コンテンツも講座もいろいろとやっていますので、ぜひ参加してめちゃめちゃ使えるようになってください。それも概要欄に書いておきますね。はい、ということで今日は、ライトランゲージを使ってですね皆さんに対してメッセージをそれぞれお伝えさせていただくという時間にさせていただきました。はい、これで今日は終了したいと思います。またねこういうことやってほしいみたいなのあったらぜひねコメント欄に書いてみてください。ご希望に添えることがあれば、やってみたいというふうに思っています。はい、本日も天音理香がお届けしました。またお会いしましょう。どうもありがとうございます。またね。動画をご覧いただきありがとうございました。この動画がいいなというふうに思ってくださったらいいねボタンやコメントをぜひ入れてくださいね。皆様の声をいつも楽しみにしています。私の公式 LINE では宇宙の法則を楽しみながら学ぶをテーマにすごろくやクイズが楽しめたりイベントのお知らせなど盛りだくさんで配信しています。よかったらあまねの LINE 公式アカウントに登録をしてくださいね。詳しくは下の概要欄にあります。それでは皆様最後までご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。またね。